皆さんこんにちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日はマットのアイシャドウを使ったアイメイクのやり方をご紹介していこうと思います。気になる方は最後までご視聴お願いします。はい、ではまずはじめにコンシーラーをまぶたの上にのせていきます。で、アイメイクをする上で結構このステップって大事なんですけど、例えばまぶたの上に何も乗ってない状態でいきなりアイシャドウだけをバーンってのっけちゃうと全然発色しないし、あとよれやすいんですよね。アイシャドウだけに限らずチークとかもそうなんですけど、あと眉ペンシルとかが分かりやすいかな。なんか眉ペンシルを手に乗っけた時って全然発色しないじゃないですか。だけどファンデーション乗っけてからのせるとしっかり発色するし、描きやすいですよね。そういう感じですそういう感じでベースをしてからアイシャドウをのせた方がしっかりと発色するので、コンシーラーをのせていくっていう感じですね。で、伸ばす時は濡れたスポンジでブレンドしていくのがおすすめです。はい、これでアイシャドウのベースが完成です。そしたら早速アイシャドウをのせていこうと思います。で、使っていくブラシがモーフィーのアイシャドウブラシで、大きさ、形はこんな感じです。で、アイシャドウはネケルのブラウン4色、全部マットタイプのものを使っていきます。そしたらまずはじめにこのライトブラウンをまぶた全体にのせていきます。で、アイシャドウをのせる時のポイントなんですけど、いきなりブラシでくるくるしちゃうとコンシーラーがよれてムラになったりするので、最初はアイシャドウをまぶたに置くっていうイメージでのせていきます。で、置いたらその周りだけをぼかしていくっていうのを 2,3 回ぐらい繰り返していきます。はい、そしたら同じ色を少しだけ下まぶたにものせていきます。はい、そしたら次にちょっと濃いめのブラウンを取って、さっきのせた色よりも内側にのせていきます。で、なんかどうやったら綺麗なグラデーションを作れますかって結構聞かれることがあるんですけど、なんせアイシャドウをのせたところとのせてないところの境目をいかに綺麗にぼかせるかっていうのが大事で、なんかね、うまくぼかせてないとどんだけいいアイシャドウとかどんだけ高いアイシャドウを使っててもちょっと汚く見えちゃったり、あとね、なんか濃いメイクみたいな感じに見えちゃうので、その境目が綺麗になるまでもう本当にひたすらぼかすっていうのがポイントです。で、正直グリッターとかシマーとかそういうのを使う時ってある程度ごまかせちゃうっていうか、グラデーションあんま綺麗になってなくてもキラキラしてるからごまかせるんですけど、今日みたいなこういうマットだけで仕上げるっていう時はもうもろにさ出ちゃうじゃないですか。なんでかなりしっかりめにブレンドしていきます。で、なんかブレンドするのが難しいよって人は何もついてないブラシ、アイシャドウとかがついてないブラシで境目をくるくるやっていくと割と綺麗にブレンドできるかなと思うので、ぜひやってみてください。はい、そしたらアイライナーはペンシルタイプのものを使っていきます。で、今日はアイシャドウが濃いめなのでかなりしっかりめにまつげとまつげの間と粘膜を埋めていきます。っていうのもなんかね、アイシャドウの色が濃いからアイラインが根元キワキワに引けてないとちょっと余白が目立っちゃうというか、隙間ができるみたいな感じになりがちなんですね。それが目立ちやすいっていうイメージなんで、ほんとできるだけキワキワに引いて粘膜もしっかり埋めてっていうのがポイントです。で、これをリキッドの筆のタイプとかでやろうとすると多分ちょっと難しいので、一番クリームタイプが
簡単にできるんじゃないかなと思います。そしたら目尻はちょっと長めに引いて跳ね上げラインを作っていきます。そしたら次にこのダークブラウンの色を取って今のせたアイラインを少しぼかしていきます。でブラシはエルフのこの小さい筆を使っていきます。でコンシーラーって書いてあるんですけど、一番これがねアイラインとかぼかすのに一番ちょうどよくて、これをいつも使ってます。そしたらこんな感じでアイラインをぼかしていきます。でこの時に跳ね上げラインの形も綺麗に整えていきます。で多分昔の動画でも結構言ってるかもしれないんですけど、こういうペンシルタイプのアイラインって乾く前にブラシでこうやって伸ばしていくとある程度形を調節できるんですね。伸びるっていう感じ、アイラインが。なんでこの段階で形を整えていきます。でもう一個いいところがあって、これをすることによってなんかね、要はアイラインをアイシャドウだからお粉でセットするみたいな感じになるので、本当によれない本当に一日ちゃんとステイするアイラインになります。そうなんで、例えばリキッドタイプのアイラインとかジェルタイプとか、何でもいいんですけど、そのアイラインが結構よれがちな人はその上に黒のアイシャドウとかで軽くセットすると多分ね、かなり持ちが変わってくると思います。はい、そしたらこれでアイライナーの完成です。で次にこのアイラインを使って下の粘膜を埋めていきます。多分ね、日本のドラッグストアで300円400円ぐらいかなで買えると思うんですけど、ちょっと固めで、てか結構固めで、多分まぶたの上に引くにはあんまり発色しないかもしれないんですけど、粘膜に引くにはこれが一番ベストで、ブラウンを使っていきます。でこれを目頭から黒目の真ん中ぐらいまで引いていきます。こんな感じです。はい、で目尻にはアイシャドウをのせていきます。でさっき粘膜にのせたアイライナーにつながるような感じで足していくんですけど、気持ち横にこう伸ばす感じで引いていきます。はい、でそしたらさっきのペンシルの白バージョンを使っていきます。でこれかなり白なのでがっつり入れちゃうとなんかね、だいぶ昔のギャルみたいな感じになっちゃうので、これを本当に軽く黒目の下からあと少し目尻の方までこんな感じでのせていきます。でちょっと目の下がよれやすいよって人はクリーミータイプのものじゃなくてこういう固めのものを使うとよれないし、あとよれたとしてもあんまり汚い感じにならないので、是非試してみてください。そしたら次にまつげをやっていきます。で特にこういうマットのアイシャドウだけとかちょっとスモーキーな感じでやるときはまつげがねしっかり上がってしっかり見えてた方がアイシャドウも綺麗に見えるので、根元からがっつりと上げていきます。そしたらマスカラはジュディドールのものを使っていきます。これね本当に良くて、最近買ったものの中で多分一番いい買い物したなっていう感じのマスカラなんですけど、すごい綺麗にセパレートしてくれるしキープ力もかなり高いので本当におすすめです。で地まつげだけじゃちょっと物足りない人はつけまつげをつけてもいいと思うんですけど、あんまりこう束になってる濃いめのやつとかだとせっかく綺麗にアイシャドウをしたのにそれがかぶさっちゃってなんか汚く見えちゃうっていうか濃く見えちゃったりするので、小さい束になってるつけまつげこう一本一本つけていくタイプのものをちょっと間隔空けてつけていきます。
でだいたい5束ぐらいずつつけてみた感じがこんな感じです。そしたら最後に涙袋の影を描いていくんですけど、線で描くとちょっとやりすぎになっちゃうので、私はこういう細いタイプのブラシを使って軽く影を足していきます。はい、ということでこれでマットのアイシャドウを使ったアイメイクの完成です。ぜひ皆さんもその日の洋服とかに合わせてちょっとメイクを変えてみたりしておしゃれを楽しんでもらえたら嬉しいです。参考になったよって人はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。